カリーができました。ポテトカリー。オイル is money。家族でございます。はい、こんにちは、インドカレーイコです。今日はサモサを作ろうと思います。インドカレー屋さんによくある三角形の揚げ物ですね。よく前菜に食べられるんですけど、意外と簡単に作れちゃうので、早速作っていこうかなと思います。まず、サモサ、皮から作ります。めっちゃ簡単です。薄力粉に塩と油と水を入れるだけでできます。薄力粉に小さじ4分の1杯ぐらいのお塩を入れます。油も入れて、油大さじ1杯ぐらいで大丈夫です。かき混ぜます。で、ここにお水も入れていくんですけど、ここに少しだけ、加えることができるスパイスご紹介します。誰も持ってないだろうなっていうスパイスなんでございますけども、ででーん。アジョワンですね。記憶丸のカレーかなんかで出てきたことがあると思うんですけど、すっごい薬臭い、スパイスなんですけど、ハマるとね、めっちゃね、好きになる香りなんですよ。はい、このアジョワンを小さじ8分の1杯入れます。なかったら省略してください。こんな感じで混ぜていきます。チャパティとかもアジョワンが入るともう超インドの味ってなる。混ぜたら次水入れていきます。はい、全部入れちゃってかき混ぜていくとだんだん大きなダマになります。箸でやると手が汚れず簡単なので、いつも私はこのやり方をやってるんですけど、力もいらないので楽ですね。で、全体的にひとまとまりになったら初めてここで手を使います。軽くね、この粉が残ってるところに水っぽいところを合わせてあげるような感じで、一生懸命こねる必要性はないですね。あんまグルテンない方が後で伸ばしやすいので、全体的にひとまとまりになったらと思ったら放置します。ちょっとラップを引いてあげて、ちょっと中身を作ってる間放置しておくと20分後ぐらいにはね、結構しっとりした仕上がりになってるので。ででーん。続いて、中身を作ります。中身の材料はシンプルです。じゃがいもとニンニクと生姜と、あとインゲンを使います。別にインゲンじゃなくてもいいんですけど、緑っぽいものが入るといいですね。グリーンピースとかスナップエンドウとかピーマンとかでも大丈夫です。ちょっとね、緑っぽいものを入れていただくといい感じの味に仕上がります。私はね、インゲンをよく使うんですけど、なぜならね、インゲンってね、冷凍で買うと安いんですよ。今日は3本使います。で、中身の材料はもうほんとこれだけ。じゃがいもは 150g ぐらい使いたいです。ちっちゃいやつだと2つなんですけど、大きいやつだと1個かな。で、サモサって何なのっていう人いるかなと思うんですけど、よく日本のインド料理屋さんだと前菜で出るんですけど、あれはぶっちゃけインドだとストリートフードですね。よく路上で見かけます。材料がこんな材料なんで、ベジタリアンの人もノンベジタリアンの人も食べられるので、インド中で食べやすい食べ物なんですが、よく見かけるのは北インドかな。今日作るサモサも北インド風ですね。ザ・サモサみたいな。だから春巻きの皮とか使って作る場合もあるんだけど、ちょっと違うんだよね。まずはね、シンプルでいつも作ってるやつを作ろうかなと思います。で、サモサって、ぶっちゃけベジタリアン料理なんですけど、めちゃめちゃにカロリーが高いです。っていうか、ベジタリアンだからってヘルシーな食事をしているとは限りませんね。なんなら、ノンベジより太りますね。ベジタリアンの料理って、だんだんね、満足度が下がっていくから、油に頼るようになるの、人生。だから、ベジタリアンしてるとね、太ります。っていうか、私も一時期ね、ちょっとベジタリアンチャレンジしたことあったんだけど、太る。でもね、太るものは美味しいとも言いますから。そう、それで、じゃがいもはちっちゃく切ります。ちょっと最終的に結構ね、潰したいので、それで、これを耐熱ボウルに入れて、軽く電子レンジでチンしておきます。はい。で、耐熱ボウルとか耐熱容器何でも OK なので入れていただいて、で、蓋とかラップとかしていただいて、これで3分ぐらいチンしておきます。で、その間にインゲンを切ります。インゲンはちょっとグリーンピースの海苔なので、グリーンピースサイズに切ってください。皆さんのグリーンピースのサイズはどんなサイズですか？で、ニンニク生姜をおろすのでフライパンの上でいいかなって思います。はい、これで下準備終わり。あとは中身フライパンで作っていきましょう。まずフライパンに大さじ1杯ぐらいの油を引いていただきまして、クミンシードを入れていきます。クミンシードは持ってなかったら省略して OK です。クミンシード小さじ1/2杯ぐらい
で油に入れて、まあよく油に浸るような感じでね、こんな感じで熱していきます。で熱しながらニンニクと生姜を吸っていきます。あまりもたもたやってるとクミンが焦げるので、適切な速さでしましょう。ニンニクと生姜チューブでもいいんですけど、なんかね寒さの時はたまにしか作らないので、ちょっと気合が入っていつも生を使いますね。生姜がねうまいんよ、サモサはね。はい、こんな感じでもう一緒にクミンちゃんと加熱しちゃいます。うわーもうめっちゃいい香りってなったら、ここに熱々のじゃがいもを入れていきます。はい、入れていきます。うわー、はい、さらにインゲンちゃんも入れていきます。はい、こんな感じで炒め合わせます。もうね終わりみたいなもんよ。てかね、これはクミンを軽く加熱したいから、別にクミンシードを加熱する必要性がなかったらぶっちゃけレンジでも作れるんですよね。ただやっぱね炒めると美味しいよねっていうことで、はい、塩で味をつけます。小さじ1/2弱ですね。さらにここにスパイスを入れていきます。クミンシード持ってない人はパウダースパイスだけでも大丈夫です。でもパウダースパイスは省略できません。よろしくお願いします。コリアンダー小さじ1、クミン小さじ1、ターメリック小さじ1/2、チリペッパーは1/2入れるとちょっと辛いので小さじ1/4ぐらいで OK です。でちょっと弱火にしてね、焦げないようにかき混ぜます。でここにねバターを入れるとねとても美味しいんだけど、オイリーにするとね私翌日お腹死んじゃうんで。でここに軽くお水入れてください。 50cc ぐらい入れてあげます。これで沸騰させます。沸騰してきたらちょっとねじゃがいもを潰してあげるような感じで、コロッケの中身みたいなのを作りたいので形が残ってない方が美味しいですね。といっても完全にペーストにすると味気ないというかつまらないので、ちょっと形残しつつも潰します。はい、こんな感じで潰しながら混ぜ合わせていきましたら、カリーができました。ポテトカリー。綺麗なねマッシュになったと思うので、そしたらここで火を止めて、冷ましておきます。じゃあ先ほど作った皮を伸ばしてこれを詰めていきましょう。はい、先ほどの皮でございます。結構しっとり仕上がってると思います。これをまだちょっとムラがあるのでちょっと軽くこねますか。そしたらこれを3等分にします。3等分はね結構目分量です。ポキポキポキって感じですね。そしたらこれを丸めていきます。キュッキュッとね。で乾燥させたくないからラップで乾燥を防ぎます。ほんでこいつね、もう一つ残った方を伸ばしていきます。なぜかわかんないんだけど、私昔これ強力粉で作ってたんですよね。強力粉を作るとめっちゃ皮伸ばしにくいんですよ。強力粉中力粉使いがちなんですけど、ぶっちゃけ薄力が一番使いやすいっていうね。はい、そしたらこれを伸ばしていきます。台によいしょ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 。ちょっと待って、これすごい揺れる。こういう時はですね、台の下に必ず台付近を敷きます。よいしょ。はい、揺れなくなった。こんな感じで伸ばしていきます。これを剥がしまして、こうなんつうの、折って折って円錐を作ってください。こんな感じでね、とんがりコーンくん作ってあげたら、ここの中にさっきのお芋ちゃんを詰めていきます。こんな感じで。このねお芋ちゃんはね全然いろいろアレンジできると思うんですよ。例えば人参入れても美味しいと思うし、玉ねぎ入れても美味しいと思うし、カシューナッツ入れたりチーズ入れても美味しいと思います。でこんな感じでちょっと閉じてあげまして、これだけでも十分なんですけど、ちょっとね可愛さが欲しいなってことでフォークでここに可愛さ追加。ちょっとね詰めすぎですね。皮が破れなければね問題ないので、こんな感じで三角形を作っていきます。ちょっとねもっとね綺麗な人はいるんだけど許してください。はい、もう一個いきます。意外とねしっかり詰めた方が美味しいんで、キュッキュッとね、こんな感じでキュッキュッとね。そしたらここですね。はい、可愛さ追加します。可愛い、めっちゃ可愛い。はい、こんな感じでね三角形できました。はい、あと1個もね頑張って皆さん作ってください。3回も同じ動画流すとみんな飽きちゃうかなと思うのでカットします。はい、ということで3つこんな感じに包めました。はい、じゃあこれを揚げていきます。めっちゃ可愛いこれ。
何センチぐらい、2センチ3センチぐらい油引いていただいて入れます。で、結構温めた状態で入れていきます。これね、私結構油をケチってるんですよね。ケチんない方がうまくいきますみたいな YouTube 撮ったことあるんですけど、まあぶっちゃけ油が最近めちゃめちゃに高くて、なので2センチぐらい引いて表裏でそれぞれ加熱していこうかなって思います。あんまり温度高すぎると最初に表面だけが焦げついちゃって中全然火通らないってことがあるので、だいたい何度っつうんだろう、唐揚げを最初揚げるぐらいの温度で揚げてほしいなっていうふうに思います。だいたい各面5分5分ですね。まあ優しく見守ってあげてくださいということで、しばしお待ちを。そしたらひっくり返しますか。あんまりねこう何度もひっくり返してると汚い形になっちゃうことがあるので、できるだけひっくり返す回数は少なくしたいんですよね。これだとねちょっと色が足りないんですけど、もう一回5分ぐらい加熱して再度ひっくり返していい感じの色に仕上げていこうかなと思います。火加減はねこれぐらいのシュワ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 が優しく続くぐらいが結構ちょうどいいです。ほい、ではひっくり返してさらに5分経ちました。どうでしょう。いい感じ。あとはもう色をつけるだけなので少し火力を上げても大丈夫です。この色でも十分いいんだけど、私はもう少しだけ茶色い方が好きなので少しだけ火力を上げて最後色を整えたら完成でございます。ぶっちゃけねこれもっと大きい鍋でたっぷり油を使えば同時に2個とか3個とか揚げられるんですけど、ケチるとこうなります。油をケチるか時間をケチるか、オイルイズマネー。いい感じの色になったなと思ったらこれをしっかり湯を切って冷ましておきます。どんどんこれでね揚げていくわけです。これもう1個いけそうだなと思って2個入れると大体失敗するので、私は1個ずつ揚げます。さっきのちょっと優しいシュワシュワぐらいになるぐらいまで温度下げます。ちょっとね煙も立ってるのでだいぶ温度が上がっちゃいましたね。これであと2個3個と揚げていきましょう。はい、ということで最後の1個を揚げているわけでございますけども、インドっていうのはね上不上の考え方があって、豚肉とかも不上になるんですけど、一応宗教で決まってるとはいえどもざっくり傷みやすいものは不上の食べ物に分類されがちです。例えば揚げ物は一番情勢が高い、一番綺麗な食べ物で、次に炒め物が来て、次に茹でたもの、生のものっていう風になっていきます。だから寒さとかは意外とその情勢が高い食べ物なので、結構位の高い人も食べるものになるんですよね。と考えると位の高い人は結構太るような食事をするということになりますね。だから裕福な人はふくよかなのか、そうなのかそうじゃないのか、ただいっぱい食べるだけなのかそうじゃないのか分かりませんけど、最後の寒さももうそろそろ上がりますね。若干この油から引き上げた後も色は進むので、理想の寒さの色は今ここの底面の色っていうの、底面の茶色の色にしたいんですけど、ここまで油の中で持ってっちゃうとちょっと黒っぽくなってしまいます。なので一歩手前で引き上げる感じが重要ですね。これ3つできるんですけど、もし倍量を作りたい時は普通に倍量にして揚げてください。で保存は揚げた後にちょっと冷ましてチャック付き袋に入れていただいて冷凍保存がいいです。でまた食べ直す時はレンジでチンしてもらえば十分でございます。揚げてしまって冷凍がね一番楽かな。こんな感じでいいでしょう。そしたらよく油を切っていただいて、で揚げて完成ですね。こんな感じで盛り付けてあげたら、盛り付けるというかもう置いてあげたら、私はねこれにねめっちゃケチャップをつけて食べるのが好きなので、ジャーッと入れていただいてサモサの完成でございます。めっちゃ美味しそう。食べましょう。ほい、ではいただきます。こんな感じでちょっとねこれはここがうまくできなかったんだけど熱そうだな。いただきます。ほこほこ。うまっ。ほこほこでございます。ちょっとケチャップをねつけるのが好きなので、いろいろインドだとミントソースとかあるんだけどケチャップが一番うまいのよ。今夕飯前なんだけどさ、これ食べたら夕飯食べていいのかなみたいな気持ちになるんですけど、揚げたて
うますぎて止まらんわ。うまっ。はい、ということで今日は寒さをご紹介させていただきましたけども、これやっぱり重要なのは皮と中身の塩ですね。塩がねやっぱあると美味しいです。特に揚げたてはね塩を感じられにくいので、しっかりね味をつけていくのがポイントだと思います。大学の時にねこれにねスライスチーズをよく入れてました。それもねめちゃめちゃ美味しいので、ぜひ興味ある方は作ってみてください。ということで次の動画はもしかしたらまた渡航動画かもしれません。ちょっと行き過ぎですね。行き過ぎですけど行けるうちに行っておこうかなと思っております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。そういえばチャンネル登録と高評価もお願いします。ということでまたね。